始まりました R ズトークトーク MBTA を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTA を日常で実践できるように考えるのが趣味の R が MBTA について思ったことなどをお話ししています。前回まで5回に分けてST、SF、NF、NT の順でそれぞれのタイプについて自然な考え方、つまり MBTI の基本的認知スタイルについて一つずつ見てきましたが、今回は別々の考え方をするタイプ同士がコミュニケーションを取るときに起こりがちな誤解やすれ違いに焦点を当てて、具体的な会話の例を挙げながらどうすればいいかを考えていこうと思います。タイプ編で見てきたように、自然に考えるときに使いたい情報の種類はみんな違うということになりますが、それを意識してコミュニケーションを取ることで相手をいっぱいいっぱいにさせて言葉をきつくさせてしまうことや、相手の反応のなさに自分が傷ついてしまうことが減ると思います。まずはじめにですね、今回のシリーズを通じてタイプが違う人たちと関わるために一番大事にしたいなと感じたことをね、お話ししてみようと思うんですけれども、受け取る側が伝える側の表現を理解しようとするのではなく、伝える側が受け取る側に合わせた表現方法をしていく方が圧倒的に誤解や行き違いを防げるんじゃないかってことです。なぜ受け取り側に合わせる方がいいのかは語学学習にも通じるところがあるかなと感じていて、日本語を勉強中の英語話者と英語を勉強中の日本語話者がいるとして、受け取る側が伝える側を理解しようとするというのは、英語話者は全力の英語で話す、日本語話者は全力の日本語で話す、要するにネイティブスピーカーのスピーキングをしてお互いに勉強中のリスニング力で聞くということと同じことなんですよね。だけど伝える側が合わせようとするのは、英語話者は勉強中の日本語で話す、日本語話者は勉強中の英語で話すことと近くなるようなイメージなんですよ。まだ勉強中の言語をね、ネイティブが全力で使ってきた時の絶望感は、僕も最近英語の勉強を再開したのでたまに味わうことなんですけど、 MBTA のタイプでも同じようなことが言えると思います。だから他のタイプの人と話すときは、意識的に相手のタイプにとって分かりやすいであろう表現を探して自分の表現を調整する方がスムーズに伝えたいことが伝わると感じています。ということで、ここからはタイプ比較に入ります。まず軽く各タイプを振り返ります。 ST、 具体的な事実を処理するタイプ。 SF、 今ここにいる人たちが安心できているかが軸になるタイプ。 NF、抽象的でつかめない意味を見つめるタイプ。 NT、 抽象的なパターンを見出すタイプだったということで、各タイプの回をまだ見ていない方は概要欄の再生リストから各回をぜひ聞いてみてください。それでは各タイプ比較してみましょう。ラウンド1、正反対の組み合わせ。 ST と NF の場合、 ST、 それ今の作業に関係ある？ NF、 意味があると思ったから。こういう会話どこかで聞いたことがある気がしてきますよね。この時どんなことが起こりやすいか考えてみると、この正反対の組み合わせは実際の物事を淡々と処理するタイプともいえる ST タイプと、抽象の世界で人に影響を与える意味を探していくような NF タイプなので、 ST から見た場合 NF の見出した意味というのが実際の具体的な処理として見ると、逆に何の意味があるかわからないと感じられる可能性すらあると思います。その情報って今必要かと思うような内容だったりもするかもしれません。だけど逆に NF から見た場合、 NT のしている一つ一つの処理が何のためにやっているのか、意味が見えてこないものに感じられる可能性もあると思います。その時は ST の人はできるだけこの処理の一つ一つが要するに誰の何のためなのかを表現してみることが大事かなと思います。
とはいえおそらく ST の人たちは普段から誰の何のためかという視点で一つ一つを見て過ごしてはいないと思いますので、初めは戸惑う部分もあるかと思いますけど、最終的に誰が助かるのかみたいなことを提示できると、何のためにやってるのかを理解してもらいやすいかもしれません。NF の場合はできるだけ自分の考えを述べるとき、こういう意味があると思うから具体的にこれをしようってことだよというように、具体的に何をしようとしているのかを指し示せると、自分の見出した意味がより伝わりやすくなるかもしれないと思います。次は SF と NT の場合、SF、今そんなこと言わなくても、NT、必要かと思って何言っちゃった？この空気の気まずさは味わったことがある人も多いかもしれません。この正反対タイプはその場の安心感が軸になる SF と抽象からパターンを見出す NT の違いで、 NT からしたらこの場に構造上必要だと思って共有したことが、 SF からしたら今それを言ったらあの人の安心が揺らいじゃうよと思う情報だったりもするんですよね。だから NT はできるだけ今ここにいる人たちの安心感にも目を向けているよと感じさせる言葉かけが大事かなと思います。だから前置きとしてちょっと言っておきたいんだけどとか、共有しておいた方がいいと思ったので言うだけだよと言ってみたり、安心が崩れてしまったかもしれない人への配慮とかが出ていると伝わりやすくなると思います。例えば自分の共有したことに対する質問を募ってみたりすると、今分かってなくてもいいんだなということが伝わりやすくなると思うので、コミュニケーションがそこで終わってしまわずに済むかなと思います。 SF の場合は自分の感じた安心が揺らいでいるというその場の空気の変化をできるだけ NT にも伝えるようにするといいかなと思います。NT はその温度の変化を全く感じ取っていないことが多いので、その無関心にも見える様子にね、余計に危機感のようなものを感じて、何とかしないといけないという責任感が強く出やすくなると思うんですよ。そうすると、本心ではないきつい言葉がね、今ここで必要だという着地をしてしまうことも多いのかもなと感じます。その時はまず、言葉を発している NT 本人の安心感を感じ取ってみるのも一つ手かなと思います。NT の言葉そのものにはなぜ急にそんなことをとね、感じることもあるかもしれないし、そのことからこの場の安心感が揺らいでいると感じるかもしれないんですけど、 NT 本人の様子としては空気の変化に気づいていないからこそのほほんとしているとも言えると思うので、言葉から受け取ったものに比例しない安心感が本人にはあると思うんですよ。それを感じられたら、その情報はみんなの何がどう良くなることなのかを、例えばそうするとどうなるのというふうに聞いてみてもいいかもと思うし、さりげなくちょっと今この場の安心が崩れましたよっていうのを伝えられると、そうなのとなる可能性が高いかなと思います。ラウンド2、SN 指標が同じ組み合わせ。ST と SF の場合、ST、こういう決まりになってるじゃん。SF、でも空気悪いのはちょっとピリッとする感じが学生時代を思い出させますよね。この組み合わせは同じ感覚 S でありながら判断機能の違いによって同じところを見ているようで結局違うことから判断しているという組み合わせになります。だから ST は伝えるときに温度を意識するといいかなと思います。どうしても淡々と情報を処理して伝達するだけになりがちなので、あくまで自分は穏やかに過ごしていますということを伝えるようにするだけでも SF タイプにはその穏やかさが伝わると思いますのでおすすめです。 SF は自分の感じている安心を守る必要性を構造やルールを元にして説明できるとかなり強い気がします。
安心を守ることがどれだけ効率化の役に立つのか、連絡が密になるのかというような処理に有用なんですよっていうことを、例えばこのやり方の方がみんな安心して作業に集中できると思いますのような形で伝えることができたら、安心の必要性がすごく伝わりやすくなると思います。NF と NT の場合、NF、それって誰に向けた話？ NT、いや、構造上必要ってだけだよ。このなんとなく時が止まるような時間、あるあるとうなずかれた方もいるかもしれません。NF と NT は直感 N のタイプ同士だけど、人に注目するのかあくまで構造なのかという違いになりますね。大雑把に言うと、NF は誰のためかに注目、NT は何のためかに注目という違いになるので、NF はその情報は誰のためなのか表現されないので伝わってこなかったり、NT も何のためかは考えていても誰のためと言われてもピンとこない場合もあると思います。だからまずお互いに意味にも構造にも目を向けているよと伝え合えるとスムーズかなと思いました。あくまで考えようとしているよという姿勢を示すことで、相手と自分は違う意見だということを意識していることが示せるので、とりあえずお互いに意見を出し合うという構図になりやすいかなと思います。そして NF は意味を伝えるときに狙いという観点に変えてみるのもいいかもしれません。これによって NT もパターンとしてつかみやすくなると思います。NT はできるだけ人に良い影響があると思うから考えているよと伝えるようにすると、考えている意味を捉えてもらいやすくなるかなと思います。ということで今回の比較はここまでにしようと思います。SN 指標の違いの組み合わせについても触れたいところではありますが、少し複雑なテーマなので今回は省略させていただいて、今後予定している指標5人シリーズの中でじっくりお話しできればと思います。今回のような状況の中でお互いに思うかもしれないことは、なんでそんなこと言うんだとか、なぜ急にそんな反応になるとかだったりすると思うんですよ。全タイプ編でお話ししたような考え方の流れがあるので、お互いに別のタイプの苦手な状況は自分にとってはよくわからないことも多いと思います。だけどそのままになってしまうと、そのタイプにとっての酸素となる情報が減ってきて、どのタイプもサインとしてきつい言葉や拒絶にも見える様子が出てきます。そのサインとしての様子そのものに注目するよりも、なぜその様子に至ったのか、相手はちゃんと自分の情報を受け取れているのか、考えを進められたのかに注目することで、あくまで自分らしく自分の意見を述べながらも相手が受け取りやすい形を見つけることができるかもしれません。まさにメインチャンネルの方でお話ししたitをthatにすることのようですよね。そちらの回をまだ聞いていない方は概要欄からぜひ聞いてみてください。そしてそうやってお互いにちょっとずつ相手に寄せた言葉を選ぶことができたら、コミュニケーションも円滑になっていって、違いじゃなくて同じところが見えてくるかもしれませんよね。というお話でした。今回で基本的認知スタイルのシリーズは一旦終了です。MBTI を実践する放送局では今後、先ほども触れた MBTI の指標の5人につながりかねないイメージについてお話ししてみるシリーズを予定しておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。